上馬店の谷です。ウエンツです。ダンカンです。今日はこの自転車にもついているトリプルクランクについてちょっとご紹介したいと思うんですけれども、オリジナルで作ってもらったクランク。そうですね、僕たちのオリジナルで、このついてる今このバイクについてるのは僕たちのオリジナルで作らせてもらったトリプルクランクっていうもので、じゃあそもそもクランクってまずは何かわからない人のために説明を。そもそもクランクっていうのはこのペダルがついていて、アームっていう部分とリングの部分から構成されてるパーツをクランクって言います。足を回すとこですねがクランクっていうパーツです。で、今の自転車のスポーツバイクの主流はフロントダブルっていう2枚のギアだったり、フロントシングルっていう1枚のギアだったりするんですけど、ブルーラグでオリジナルで作らせてもらったのはトリプルって言われる3枚のギアがついているクランクになります。絶滅危惧種ね。絶滅危惧種、いわゆるもうほぼそうですね、自転車業界的に言うとほぼ絶滅危惧種的な。昔は主流だったけど今もう減ってきて少なくなっちゃってる3枚刃3枚バーをわざわざオリジナルで作らせてもらったので、そのご紹介をしていきたいんですけど、まずはフロントシングルって今主流な組み合わせというかギアを持ってる自転車ほとんどそうですよね。ほぼロードとリベンデル以外は全部フロントシングルなダンカンさんがいらっしゃるので、まずはなぜフロントシングルが今主流というか、流行ってるというかそういうバイクが多いのかっていうのをまずはご紹介させてもらおうと思います。じゃあ持ってきましょうか。はい、じゃあ自転車が入れ替わりまして、これがいわゆるフロントシングルで組まれたバイクですよね。そうですね、これ僕が乗ってるゴリラモンスーンなんですけど、フロントシングル、前がギア1枚で後ろが多段っていうのが、これが今だいぶ流行ってる主流な規格になってます。で、前1枚にすることによって、トラブルが少なかったり、部品点数少ないのですっきり見えたりで、軽量化になったりとかっていうのがメリットがあるんですけど、土系のバイクに多いですかね。最初スラムがマウンテンバイクで作り出して、で今シクロクロスとかグラベルとかだと、そのトラブルレスになるのでだいぶ浸透してきている、でその背景にあれだ、ナローワイドチェーンリングっていう、ガードとか何もつけずに外れづらいチェーンリングが出てきたのと、あと後ろのギアがめちゃくちゃ進化しました。すごい大きいギアが使えるようになったので、今までの前2枚ないし3枚のギアを後ろだけでもある程度カバーできるようにっていうのが進化があって、今このフロントシングルっていうのがすごい多くなってます。僕もフロントシングルのバイク持ってて、今回フロントトリプルの話しますけど、別にこれが嫌いなわけじゃないんですよね。単純にすっきりそうですね、するかな、見た目的に、で何も考えずに後ろだけ操作すればいいので、俺はすごい好きです。これ確かに直感的に操作ができますよね。そんなフロントシングルが今主流の中、僕たちのオリジナルで作らせてもらったクランクはフロントトリプルで3枚のギアがついてるやつなんですけど、なんでその3枚のギアを作ったのかっていうのをちょっと細かく詳しく紹介していこうと思います。じゃあまたチャリ変えます。ここからはじゃあ、元のバイクでトリプルのクランクの説明をします。さっき言ってたトリプルのクランクがこのバイクにはついてるですね。でこのバイクはシルバーパーツで組んだらかっこいいバイクなのでシルバーがついてるんですけど、ブラックも作ってもらったのでブラックもあります。で、なんでトリプルのクランクを作ったのかを説明すると、今フロントシングルが主流。そうですね。俺フロントシングルのバイク持っていない人間なんですけど、ぶっちゃけコンポが進化して不必要になってきたので、3枚もいらなくなっちゃってましたね。要するに重いギア、真ん中のギア、軽いギアがあるんですけど、3枚も必要なくなってきちゃって、各メーカーもう種類が少なくなってきちゃいました。ほとんどやめちゃいましたね、作るの。杉野がかろうじて1種類あって、あとはシマノの安いやつ、下のグレードとか安いコンポだけ、あんまかっこよくないやつ。そうね、見た目があんまり黒森のバイクにバシッとはまるやつが少なくなってきちゃって、これは困ったと。僕らが組みたい、トリプルのバイクが似合うトリプルのクランクが、
必要な人に組みたいバイクが組めなくなってきちゃった。で困ったぞってなって作ってもらったのがこのクランク、トリプルクランクをわがまま言って作ってもらったくせに、別にこれがね正解ってわけじゃないし、トリプルが正義ではないです。世の中ねフロントシングルがメインって言ってるし、あくまで選択肢。僕もフロントダブルの自転車も好きですし乗りますし、でもなくなっちゃったら困るから作ったみたいな感じですね。寂しい、なくなるのは寂しい。僕もフロントトリプルが好きっていうそう決めつけではないですけど、僕身長が低くてフレームサイズがちっちゃいんです、このバイクはちょっと大きいので僕にとっては大きい自転車なんですけど、これだとあんま気にならないんですけど、フレームサイズがちっちゃいとすごい個人的なあれなんですけど、あんまり大きなカセットをつけたくないですよね。カセットってここね。そうですね。後ろのギアをあんまり大きいのがついてるとフレームサイズとのバランスがあんまり好きじゃなくて、ここのギアはちょっとちっちゃめのやつをつけたいんですよね。そうすると前1枚だとやっぱりちょっとギアが足りないから、トリプルじゃなくても、ダブルでもやっぱ前にギアは個人的には欲しいのでそうですね。フロントシングルのバイクも僕持ってますし好きですけど、やっぱ街乗りとかだとダブルとかトリプルを選択することはありますね。あとこれも個人的な好みの部分になっちゃうんですけど、僕個人的にはやっぱクラシックな佇まいのバイクとか、特にリベンデルのバイクは、このフロントディレイラー、フロントの変速機がついてた方が好きでかっこいいなと思います、確かに。例えばリベンデル作ってるグラントさんもディレイラーマニアだったり古いディレイラーの収集家だったりして、やっぱこの変速機を手で動かして乗るっていうところが、しかもギアがいっぱいついてて、車のマニュアルとかに似てるんですけど、自分で操作して乗るっていうところがかっちょいいから、フロントシングルの方が便利なのは分かるんだけど、これがなくなっちゃうと寂しいんですよ。これをやりたいの、このね変速をね、そのために作ったクランクです。そう、変速する時って割と一回変速するっていうモードに入るですもんね、頭が。でその煩わしさをなくしたのが少なくしたのがフロントシングルじゃないですか。そうですね。何も考えず無意識にパチパチと。だからやっぱ競技から割とフロントシングルって流行り始めましたよね。プロの選手だったりとかアマチュアの方でもある程度レースとか競技志向の方にから普及していったギアっていうのはありますよね。あります。であと最初は僕もトリプルのクランククラシックでかっこいいなとか、ディレイラー動かすの楽しいなっていうところから入ったんですけど、ぶっちゃけリベンデルでさえ街乗りでは2枚で十分、街乗りで3枚使いこなせないですよね、なかなかないから、ちょっとポーズでインナーつけてて3枚にしてた部分もちょっとあったんですけど、こういう太いタイヤのリベンデルとかサーリーで、山道峠道とか林道オフロードで遊ぶってなると、実際行ってダブルのクランクでギアが足りなかった。その時僕は 2×9 前が2枚しかついてなくて、後ろが9速のちょっとクラシックなコンポで行ったんですけど、もう上り坂が大変で辛くて、でその時に使ったインナーすごいちっちゃくて軽いギアが作れるんですけど、これのおかげで登れたとこがあったし、これのおかげで走れた道とかがあって、で必要だなと、作んなきゃダメだとなったわけですよ。街乗りだけじゃない乗り方をする人にこそ必要な、そう奥の手、最近流行りのキャンプライトとかね、街乗りで通勤で積む荷物よりも重いの積んだ時に街では使わないけど実は必要なギアが見えてきたりとかしますね。サファリーのロングホールトラッカーとかもかたくなにフロントトリプルを使ってますね。完成車のあれをやっぱり荷物たくさん積んで世界一周とかしてる人は、そこまでのギアが必要ことですね。保険的な意味も含めて、とはいえ見た目かっこいいでもいいと思うんだけどね。確かに一番はそれですよね。一番それかっこいい。でそんな超軽いギアも作れるし重たいギアも作れるローテクなコンポトリプルクランクなんですけど、言ってみれば通常の5ピンこの5箇所で止めてあるので、ギアをつけたり外したり違う刃の数をつけたりとかができます。なので
僕がトリプル好きって言った後に変な話なんですけど、トリプルクランクのアウター一番重たいギアを外してのダブルっていうのもすごい好きで、ちょっとそれの話します。要するに一番重いのがいらないバイクって、重たいバイクとかスピードを出さなくていいバイクとか、あとタイヤが太いバイクとかオフロードのバイクとかなんですけど、リベンデルで言ったら、これはアトランティスってモデルですけど、もっとタイヤの太い、ガスブツビルセンとか、もっともっとタイヤが大きいのが履ける、重いギアでビューンと走んなくてもいいような車種は、あえてトリプルクランクの外側のアウターを外してダブルで使うとかっこいい。かっこいい調子いい調子いいで、まあさらに言うと、この動画でそんなこと言うのめちゃくちゃ元も子もないですけど、これまあ外せるじゃないですか、リングを。じゃけ2枚外してこれのクランクでフロントシングルもできますからね。できるまあその時はこの付属のリングじゃなくて、まあナローワイド、さっき言ったチェーンが外れづらい、そうですね、外れにくいリングに変えてあげないと、まあ結局このギアが動かしやすいように工夫されてるギアがこっちにはリングがついちゃってるじゃないですか。でこれをこのままシングルで使っちゃうとすぐチェーン外れちゃうんで、外れやすい。チェーンリングを違うのに交換する必要はありますけど、一応クランクとしてそういう使い方もできますよね。できるめちゃくちゃ元も子もないけどもう一個言うとさっき言ってたアウター外しのチェーンリングにバッシュガード、ズボンガードですね、チェーンとズボンの間に挟む板があるんですけど、をつけてもかっこいいです。でさっきはアウター外しのダブルは軽いギア比の構成のバイクになるから男子が乗るオフロードバイクのニュアンスがあったんですけど、例えばサーリーのパックラットだったりトロールだったりで女の子バイクを組もう、女性が乗るバイクを組もうって時に、女子はそんな重たいギアいらないかもしれないし、そんなことよりも普段の格好とかお気に入りのズボンがチェーンの汚れがついちゃう方が嫌だし気になるかもしれない。そんな時はこのトリプルクランクのアウター外しのバッシュガードとかにすると、通勤バイクだったり休日バイクだったりで、好きなズボン履けるエブリデイバイクが組みやすいっていうのもあるですね。と僕の好きなトリプルクランクをちょっと熱く説明させてもらったんですけど、いいでしょう。俺は好きです。ダダも使う気になった？いや俺はちょっと足あるんで1枚で1枚でいけます。まあダンダンには響かない。まあ響く人と、響かない人がいるっていう感じでしたね。選択肢があることが大事ってことね。そうですね。前3枚2枚1枚から一応選べるんだよっていうのがご紹介できれば、その中で自分の乗り方とかに調子いいやつを見つけてもらえたらなと思って、っていう紹介でしたよ。こんな感じでいかがでしょうか。大丈夫そうですかね。よかったらこれも見てみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。